どうもこんにちは、川勝の健です。今日はこちらバイクとそしてファッションについての動画となっています。まず単刀直入に申し上げますと、バイクを購入しました。こちらのバイク、以前投稿した乗馬靴をオーダーしに行くという動画でも少しバイクについては触れてたんですけど、そこからね実際に購入に至りましたという報告も含めた動画となっております。まずこのバイクを乗るにあたって一点戒めとして改めて申し上げておきたいと思うんですが、本当に気をつけます。やっぱりね、バイクは車と違って転倒したら終わりですから、大怪我につながるリスク分かってます。なので本当に気をつけたいと思います。バイクを買うに至った理由なども含めて、そこのバイクの紹介をまずしていきながら、そして今回のメインとなるのはバイクとファッションの方ですので、このバイクに合わせるファッション、僕がいろいろ着てこういうのどうですかというね、ファッションとしてのバイクの楽しみみたいな部分もやってみたいと思います。まずこちらのバイク、モデルはですね、川崎のエストレアというモデルですね。 250cc の単気筒エンジンがついてます。エストレアはもうすでに販売終了してるんですけど、こちら中古で買いました。ネットで買いました。危ないですよね、ネットね。正直なところちょっと最初エンジンかかりが悪くて、知り合いのバイクショップに直していただいたんですが、ネット購入はね怖いですね。ただ他の状態はすごく良くて快適に走れます。バイクは僕免許持ってなかったんですけど、バイクにずっと乗ってみたいという思いもありまして、通いで少しずつ講習を受けて免許を取得しました。中型免許なので僕は大型バイクは乗れないです。で、バイクなぜ買ったかというとですね、バイク結構昔から憧れはあって、っていうか僕は乗り物好きなんですよね。車が好きなんですけど、バイクも憧れがあって、かっこいいじゃないですか。で楽しいよという話も聞くし、で結局バイクは危ないし乗る機会もそんなに多くないだろうからとかっていろいろ理由をつけて見送っていて、でバイクに近い車みたいなそういうのもあってスーパーセブン、バイキンセブンという車は買ったというのもあります。ただバイキンセブンもめちゃくちゃ大好きな車ですごく楽しくて最高なんですけど、それでもやっぱりバイクに乗ったことがないので乗ってみたいなという気持ちはずっとねありました。でうちの職人の吉健がクロスカブに乗ってすごく楽しそうにしてるのもあって、影響をねされて購入するに至りました。なので正直乗る回数ってそんなに多くなくて、まだこれ買ってからそんなにほとんど乗ってないんですね。実際こういう余暇に使える時間が少ないっていうのもそうですし、スーパーセブンの方もあるので、贅沢っちゃ贅沢なんですけど、なかなか乗る機会が少ないんですが、バイクの方が本当に気軽に乗れるので、そういう意味ではちょっとだけ気晴らしみたいなとか、ちょっとその辺までみたいな時には結構乗っていけるんじゃないかなと思ってます。改めて本当に気をつけますので、転んで手とかね使えなくなったらもう終わりなのでもう分かってますので、本当にね人一倍気をつけて乗りたいと思います。でこのバイクの解説なんですけど、川崎のエストレアというバイクで結構ねカスタムが入ってるんですね。もともとエストレアって結構レトロチックなバイクで、それをこの、前オーナーは目黒というバイクに似せたカスタムをしてますね。目黒というのは川崎に後に吸収されるのかなんですけど、目黒製作所という、日本のバイクメーカーで結構有名な、昔バイクのレースシーンではかなり名を馳せた存在らしいです。で僕はそのカフェレーサーというスタイル、イギリスのロッカーズっていう人たち、ヤンキーですよねが乗ってたようなすごく前傾姿勢でこうやって乗るようなのに憧れがありまして、それ乗りたいなとか思ってたんですけど、結構乗車姿勢が大変らしくて、でそれもあってあんまり乗らなくなるのも嫌だなと思って、割と比較的普通の乗車姿勢のクラシックなレトロなバイクにしました。やっぱりバイクっていうのは良さは走る楽しみ、オープンエアの楽しみっていうのはもちろんあると思うんですけど、この見た目、この金属で作られているこの男臭さっていうか、そういう部分も本当に大きな魅力の一つだと思います。バイクといっても本当にいろんな種類がありますけど、このバイクは中型バイクであんまり大きなエンジンは積んでないんですね。で短気筒エンジンといって
ピストンが1個しかないので、その独特の乗り味があるという話を聞いていまして、スポーツバイクではないのであんまり速くない、それをこの速くないこのトコトコ走る感じを楽しむ、なんかそれもこの八ヶ岳のゆったりした感じにも合うなと思いましたし、逆にね危険性も少ないかなとかって思ったり、あとは何よりもこの見た目が気に入って、その目黒製作所のバイクは本当にヴィンテージなので維持も大変ですし物もないので、その目黒を元にして作ったともされるこのエストレアを目黒にカスタムしてあるやつがあったので、それをね手に入れました。ちなみに靴より安いですねポイントとしては結構いろんなところがパーツが変わってますね。これ川崎のロゴついてますね。でこのタンクの塗り分けはこれ目黒の色みたいな感じになってますね。目黒はここメッキなんですけど、これなんかシルバーの塗装になってますね。だったりこのフロントフェンダーですね、鉄でかなり車輪の下まで覆う長いクラシックなタイプになっていて、この羽は僕が後でつけたんですけど、ここになんかね型番とかなんかロゴとか入れたりしたいですね。特にクラシックな、ブリティッシュなバイクにあるような感じですよね、このパーツで。このライトが砲弾型ライトっていうのかちょっと長いタイプで、これまたクラシックなタイプですね。でライトにスピードメーターがそのまま一体化してます。でこういう感じの黒いシングルシートで、こういうバンパーなんかもついてますね。で目黒って書いてありますね。これ目黒ではないですけど、ステッカーカスタムですね。そしてちょっと今ここバッテリーのカバーが開いてますけど、ステンレスのキャプトンマフラーですね。このマフラーは変えました。この丸みが欲しかったので。で後ろのフェンダーもこう長く覆うタイプに変わってますね。そしてクラシックな感じでスポークホイールに前後ドラムブレーキです。ディスクじゃなくてドラムになってますね。そんな感じでこういう1台です。ちょっとバッテリーが今ダメになっちゃっててエンジンがすぐかかんないんですけど、その前にこのバイクに合わせるファッションチェックしていきたいと思います。さて一発目はこんな感じのスーツでいかがでしょうか。こちらですね、TTBO ザトランクバイオボイストでオーダーしたツイードのスーツです。ほぼ本当にネクタイもしてますし完全にスーツなんで、スーツでバイク乗ってる変な人になっちゃいますけど、でも結構かっこいいんじゃないですか。クラシックなバイク乗りっていう感じで、バイクに乗るときはこう膝曲げるんで裾が上がりますね。こんな感じで、今靴はこちらトリッカーズのロガーブーツ、少しシャフトが長めです。これに座るとこういう感じで、もちろん今ハンチング帽をかぶってるんですけど、こんなのはヘルメットかぶんなきゃいけないので、これはバイクから降りた時のファッションですね。このバイクに合わせるヘルメットといえばちょっとねいろいろ本当探したんですけど、これしかなくてですね、こちらベルのヘルメットで、こういうシンプルな真っ黒なヘルメットです。で中が革なんですね。これをかぶります。これで乗るということですね。これで乗ることは多分僕はないと思いますけど、ファッションを含めて楽しむという、まず一例です。ただここで一つ言っておかなきゃいけないのが、バイクはファッションの一部として楽しむのももちろんいいんですけど、転倒したら危険ですし、風もろに当たるんで、そういうこともいろいろ考えて防寒だったりとか、防風、そして倒れた時のプロテクターとか、グローブもそうだしつけないと
ダメですよね、本来はね。だから長距離のツーリングだと絶対そういうの必要だと思うんですけど、ちょっとその辺をこうファッションを含めてこう雰囲気を楽しむみたいなのだとこういうのもありなんじゃないでしょうか。お次はジャケットを変えてみました。こちらイタリアバルスタリーノですね。ドライビングジャケットの元祖と言われているバルスタリーノのゴートスエードのジャケットです。テーラードジャケットじゃないので少しスポーティーな感じになってますね。でこのハンチングを例えばこの緑のコットンのベレー帽を持ってるんですけど、これに変えてみますね。こういう感じネクタイが緑っぽいんでベレー帽とよく合ってるかなという感じですね。僕はこれぐらいだったらやりますね。さっきのテーラードジャケットはちょっとスーツっぽすぎるんですけど、このドライビングジャケットはすごく気に入っていて、車に乗る時もそうだしバイクに乗る時も結構これ着ること多いです。さあそしてこれが最もやりたかったことの一つですね。先日ビスポークオーダーしたこちらの乗馬ブーツ、ポロブーツですね。これを履いて、そしてニッカボッカーズ、昔のハンティングとか、そういうのに履くスポーツウェアですね。膝下までしか丈がない、これツイードでできてます。これを履いて、今テーラードジャケットを着て、そしてこれイギリスのジェームスロックというところのハットですね。これなんてね、もうほとんどコスプレになっちゃいますけど、好きでやる分にはいいんじゃないでしょうか。でもハットだと結構ねフォーマルな感じなので、実際、ハンティング用のこういうニッカボッカーズ履いてますし、もうちょっとスポーティーにするのであれば、例えばこうやってねハンチング帽にするのもいいし、こういうキャスケットでもいいかも。ちなみにこのニッカボッカーズはなんかこうひっこりゴルフだったかな、昔の格好をしてゴルフをしようみたいな、そういうマニアックな店がありまして、そこで買いました。オーダーとかではないんですけど、なかなかいいですよね。肝心の手袋を忘れていました。こちら、これはですね、日本のオーダー手袋屋さん平田商店というところにリモート採寸でビスポーク手袋を作ってくれるというサービスがあるので、そちらでお願いしてみたものですね。羊の皮で作られたビスポーク手袋、ぴったりです。これで完璧ですいや夢のようですね。ただ正直このバイクにはこの乗馬ブーツを履いて乗ったことは1回しかないんですけど、正直なところ申し上げますとめちゃくちゃ乗りづらかったです。というのはやっぱりこの辺かなり芯が入っていて、まだ靴自体が硬いので、このペダルの操作感とかがちょっとこうやりづらいんですよね。なので、これ乗馬ブーツとりあえずはコンちゃんの散歩、犬の散歩に履いてなじませて、ある程度馴染んでからバイクにね使おうかなと思ってます。じゃないとバイクはね本当に転んだら危ないので、操作ミス命にかかりますんで、しっかりね靴なじませてから使っていこうかなと思ってます。こちら2着目に TTBO でオーダーしたコットンのスーツなんですけど、これぐらいの一段明るい色でもかっこいいかもしれない。どうでしょうか。上下が揃ってないんで少しスーツ感も軽減されて、こっちの方が使いやすそうですね。今ネクタイをしているのでちょっと変かもしれないですけど、スカーフをね軽くこういうのも良かったり良くなかったり、どうなんでしょうね。ちょっとあれか、なんかこの辺が少し色気があるのに対して下がクラシックすぎてちょっと違うかもしれないな。こうやってなんかこの服とこの服、この靴合うかなみたいな試してるのってすごい楽しいですよね。ハット、こういうのとか変か、そんな感じですごいね一人でなんか楽しくやってます。クラシックファッションで合わせるとこんな感じでやっぱりいいですよね、このバイクとの相性は。まだ正直ここまでしっかりした格好をしてこのブーツを履いてこのバイクに乗ったことっていうのはないんで、でもやっぱりこうやって格好を実際に着て履いて、乗ってみるとなんかこうテンション上がりますね。なんかどこか出かけていきたいなという気分になります。
乗り物っていうものこそ遠くへ連れてってくれますし、その乗り物との思い出ってすごくね積み重なるものだと思います。そしてそこにねこういう靴、服、そういうのも全部合わさると何ていうか本当唯一無二ですよね。人生の中でその乗り物に乗ってその服を着てその場所に行ったのってほとんどもう多分人生の中で1回しかないじゃないですか。そういう1回だけの思い出をより華やかにするためにも、ね、バイク関係ないですけどね、服とか靴とかって非常に面白いなと思います。それでは最後にクラシックファッションは一通り楽しめたので、もっとちょっとラフにね着てみたら最後にそれだけやって終わりにしたいと思います。最後にさっきと打って変わってデニムにさっきの白シャツですけど、ちょっとねドレッシーすぎるかもしれないんですけど、こういう感じも、もちろんいいですよね。足元は乗馬ブーツです。ちなみにこの白シャツすごくいいんですよ。綺麗なんですけど、こちらビスポークの白シャツです。こちらはですね両池田という東京の職人さんで一度お会いする機会があったので、そこでお願いした白シャツです。ぴったりですね。なのでちょっと今のこのデニムとこのしかもデニム穴開いてますし、この感じからすると少しドレッシーすぎるかもしれないですけど、いいですね。こういうのもやっぱりいいな。で乗馬ブーツの時はダボっとしたデニムよりはこういう少しタイトめの方が足がすごいなんか綺麗に見えていい気がしますね。こんな感じでぜひね皆さんも安全には気をつけながらクラシックファッション、クラシックバイク楽しんでみてくださいとか言いつつ、僕がまだ全然乗れてないし着れてないんですけど、気をつけてやっていきたいと思います。それでは最後にちょっとバッテリーが死んでるんでバッテリージャンプしないといけないんですけど、エンジンかけて終わりたいと思います。